こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、一休さんです。昔、あるところに、京都のお寺に、一休さんという賢い小僧さんがいました。一休さんは丸い頭で、いつもコロコロとした白い衣を着て、ニコニコしながらお寺の中を歩き回っていました。でも、一休さんはただのかわいい小僧さんではありません。どんな難しいなぞなぞも考える間を置かずにパッと答えを見つけてしまうのです。それがとんちというものです。ある日のこと、一休さんがお寺の大きな門をくぐろうとすると、門の上に札がかかっていました。この橋渡るべからず。一休さんは札をじっと見上げました。それからにっこりと笑って、門の真ん中ではなく、端っこの橋を歩いて渡りました。お嬢さんが慌てて言いました。一休札に橋渡るべからずと書いてあるだろう。一休さんはゆっくりと答えました。はい、でも私は橋を渡りました。橋というのは真ん中ではありません。端の方のことでもあります。ですから真ん中を渡らなければ決まりを破ってはおりませぬ。
お嬢さんはしばらく黙っていました。それからくすっと笑いました。参ったのを一休。次の日、今度は隣の大きなお寺から立派なお坊さんがやってきました。そのお坊さんは自分が一番賢いと思っていて、一休さんを試してやろうとやってきたのです。お坊さんは大きな屏風を持ってきました。屏風には大きな虎の絵が描いてありました。お坊さんはドカンと屏風を広げて一休さんに言いました。この虎を縄で縛ってみせよ。できるならやってみなさい。周りのお嬢さんたちは困ってしまいました。絵の虎を縛るなんてできるはずがない。一休には無理じゃろう。ところが一休さんはニコニコしながら縄を受け取りました。そしてお坊さんをまっすぐ見て言いました。ではまず虎を屏風から出してください。そうすればすぐに縛りましょう。お坊さんはポカンと口を開けました。絵の虎は出せません。一休さんは穏やかに答えました。では縛ることもできません。絵の虎を縛れというのは無理なお話です。周りのお嬢さんたちは思わず笑い出しました。お坊さんは真っ赤になって黙ってしまいました。
お嬢さんが一休さんの肩を叩いて言いました。よくやった、一休。それからしばらくして、今度は町のお金持ちの殿様が一休さんを呼びました。殿様は高い高い縁側に座ってずらっと家来たちを並べて一休さんを待たせました。やがて殿様は一休さんを見下ろして言いました。一休、お前はとんちが得意だと聞いた。そこで問題じゃ。殿様は指を一本立てて続けました。この庭の石を一つ残らず数えてみせよ。できなければこの町を出て行きなさい。庭には大きなもの、小さなもの、ごつごつしたもの、数えきれないほどの石が敷き詰められていました。家来たちはひそひそとささやきました。今度こそ一休にも無理じゃろう。ところが一休さんは庭を一目見ると、こともなげに答えました。石の数は一つです。殿様は怪幻想に引きました。一つ、あんなにたくさんあるのに一つとはどういうことじゃ？一休さんは落ち着いて答えました。この庭の石はみんなつながっていっぱいに敷き詰められています。ですから庭の石全部で一つの庭なのです。殿様はしばらく一休さんを見つめていました。それから大きく笑い出しました。はっはっぱ、参った、参った。
お前のとんちにはかなわぬ。ゆっくりして行きなさい。一休さんは頭を下げて穏やかに笑いました。その夜、お寺に帰った一休さんは、お嬢さんに惹かれました。一休、お前のとんちはどこから生まれるのじゃ？一休さんは少し考えてから答えました。じっくり見ることです。みんなが当たり前だと思っていることをもう一度ゆっくり見ると違う姿が見えてきます。それがとんちです。お嬢さんはうなずきました。そうか、じっくり見ることか。一休さんはニコッと笑って部屋へ戻っていきました。静かな夜でした。月がお寺の屋根を白く照らしていました。めでたし、めでたし。お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。ゆっくり息を吐いておやすみなさい。